おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在はここでアセンディングトライアングルみたいな形を作っているという話をしてました。ただし、昨日の動きを見ても結構上値が重い印象ですよね。今、アセンディングトライアングルのちょうどこの下限付近にあるんですが、ここを下抜けるとこのあたり184円ぐらいまで下落すると考えます。その場合はおそらく184円を下抜けていくと思いますので、かなりの大きな下落になっていく可能性を考えております。ストキャスティクスは高値圏ですよね。ということはいつも下落してもおかしくないというところで、現在はこのアセンディングトライアングルを下抜けるのかどうか、こういう動きですね、を想定しておいてください。ただし、アセンディングトライアングルっていうのは上抜ける可能性が高いので、そう考えるとこういう動きですね。一度上抜けて GMMA の青帯で上値を抑えられて下落するという、この動きも想定しておくといいと思います。では4時間足です。4時間足はかなり方向感のない動きをしてますね。昨日とかもそうですけれども、全然動けていない、上がったり下がったりというかなり方向感のない動きを小さな時間軸でやっている最中です。4時間足単位でほとんど動いていないですよね。昨日なんかもほとんど動いていない。そして先週の金曜日もほとんど動けていない。なので、こういうところでトレードをすると、打っても勝っても負けやすくなりますので、先ほど言ったアセンディングトライアングルを明確に下抜けてくるかどうかっていうところを見ておいてください。今4時間足で見ると、こんな感じでラインが引けるんですが、そう考えると、このトライアングルをもう横抜けというか下抜けしてきている感じにも見えます。そうするともうここからは下落方向への動きになってきますので、その動きを待っておいてください。もちろんここ上抜けてくると上昇しやすくなりますが、先ほど日足で言ったように、上抜けてもすぐ日足の GMMA にぶつかって下落するという、この可能性は十分あります。では1時間足です。4時間足は分かりにくい動きをしてましたので、1時間足を見ていきたいんですが、1時間足もかなり分かりにくいんですよね。全然動きがないというか、方向感がないというか、上がったり下がったりというのを繰り返しているだけですよね。ですので、こういうところでのトレードはやらない方がいいと思います。ただし、GMMA の青帯、これちょっと意識されているの分かりますか？こんな感じで、今 GMMA の青帯の上をなぞったんですけれども、昨日なんかもそこが意識されている。金曜日も意識されてますよね。ということは現在その GMMA の青帯の下にあるってことは下落しやすいということですので、こういうイメージは持っておいてください。ただし、大枠ではレンジを考えております。この赤い水平線とかオレンジの水平線、このあたりを意識しておくといいと思いますので、例えば186円付近からの反発上昇を、そして189円から190円付近からの下落というところを見ておいてください。もちろんそこ、下抜けるとさらに大きく走りますし、上抜けると上昇しやすくなります。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円は単純ですね。ずーっと下落しているところですので、上がったところから売っていくという戻り売りを考えておくといいと思います。基本的には一度上昇もあって、今これ日足ですので、日足単位の大きな上昇っていうのはなかなか考えにくいんですけれども、買い足の1時間足とか15分足で上がったところから売っていくという考え方をやっておくと、勝ちやすいトレードができると思います。では4時間足です。4時間足も本来ですと GMMA に一度接触してきてほしい、こういう風に動く可能性ですね。GMMA まで上昇してそこからの再下落という可能性なんですが、ここのところずっと GMMA にも接触せずに下落してきてますよね。今のところ1時間足の GMMA と綺麗に下落トレンドを作っておりますので、トレードするのであれば1時間足単位ぐらいを見ておくといいと思います。では1時間足です。先ほど言ったように1時間足の GMMA が結構意識されているの分かりますよね。1時間足の GMMA から下落しているという動き。本日一旦上昇したんですが、結局 GMMA の青帯で上値を抑えられているところですので、こういうような動きですね。今はじりじりと上昇してきて動くという、この動きを想定しておいてください。もちろん GMMA の青帯上抜けてくると、ここからは上昇しやすくなりますので、その動きについていくのもありですが、すぐ上、この白い水平線142円ぐらいっていうところは意識されてきますので、上昇しても142円付近からの下落、こういう動きも想定しておく。下落しきれないと GMMA の青帯にサポートされて上昇するという、こういう動きにもなってくると思いますので、その辺の動き見ておくと、トレードの方向感がわかりやすいと思います。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートですので、まだご利用でない方はぜひ概要欄の URL から無料登録をしてみてください。有料プランもありますが、基本的には無料で利用できますので、有料の機能が必要な方のみ途中から有料プランに変更すればいいと思います。
また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、そして週末の限定動画で FX のスキルアップをできるような内容となっております。毎朝の分析はかなり情報量の多い内容となっておりますので、そちらを視聴していただけるだけでも、日々聞くだけで FX のスキルが上がる、そんな内容ですので、よければぜひお試しください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。